メロダインでおすすめのショートカットを紹介します。アプリ内のショートカットではなく、別のアプリを使ったテクニックです。メロダインで一番使う動作はダブルクリックでしょう。しかし、ダブルクリックは特に手の負担が大きい動作なので、できるだけ回避したいです。メロダイン4までは、任意の空白をクリックで再生開始位置を変更できましたが、メロダイン5から再生カーソルの移動が小節バーでしか変更できなくなりました。いちいち小節バーまでカーソル移動させるのが面倒なので、ダブルクリックで任意の位置から再生を使うことになります。また、ピッチをセンターに移動するのもダブルクリックなので、一番使う動作になると思います。マウスに複数ボタンがある場合、マウスのアプリでボタンにダブルクリックをアサインできるものがあります。この機能を使っていましたが、人差し指の移動距離が大きく、ゲーミングマウスなどを探してみても、左クリックの一部分が別のボタンになっているようなものがあればと思ったのですが、ちょうど良さそうなものがなかったので、別の方法を模索しました。そこで、キーボードで任意のボタンを押している時だけ左クリックがダブルクリックになるソフトウェアを使うことにしました。インストール等の説明は別の記事にお任せすることにします。僕の場合、よく使うツールを1から5にアサインしているので、共通設定の修飾キーで、9でレイヤー2になるようにしました。通常は何もしないために、デフォルトはそのままにし、メロダインをスタンドアローンで使用するときと、DAW の中で使うとき用に両方のプログラムを登録します。レイヤー2の左クリックにダブルクリックを設定します。これでダブルクリックの設定ができました。操作はこんな感じです。修飾キーを押した際にマウスカーソルにレイヤー数が表示されるのですが、キャプチャできないようです。トーンラインがセンターにいるものはピッチツールでダブルクリックして一旦0セントにしてしまうので、その作業や音符以外のところをダブルクリックして再生が始まるのがわかるかと思います。手の負担を減らし、快適に制作しましょう。